はい、どうも皆さんこんにちは。軌道配信エリックです。今回はこちらの13 Minutes Sisters リリネルをカスタマイズしていきたいと思います。使用するキットは13 Minutes Sisters リリネルと同じ日に発売されていた SD ワールドヒーローズ孫権ガンダムアストレイ核炎証拠を使用します。それではまずこの2体を組んでいきましょう。まずはリリネル。ランナーの枚数が1234567 8枚、そして交換用のフェイスパーツが3つ付属します。まずは素組みのリリネル完成です。ウサギをモチーフとした13 Minutes Sisters、新構造の素体を使用しており、シリーズ最小のボディで可愛らしさを遺憾なく発揮していますね。続けて孫権ガンダムアストレイ。ランナーの枚数が1234567 8枚、素組み状態の孫権ガンダムアストレイ核炎証拠の完成です。少ないパーツながら基本的な色分けを再現しており、多めのクリアパーツや武器の合体ギミックなど SD ガンダムらしさ全開のキットですね。それではこちらの2体を使用しミキシングをしていきたいと思います。方向性としてはリリネルに孫権のパーツを追加装甲のように装着する感じでやっていきたいと思います。それでは作業開始です。まずは頭部の改造。リリネルの前髪に 3mm 穴を開けパーツを取り付けられるようにします。そして孫権の胴体部分を加工し取り外し可能なマスクを製作しました。マスクをつけないときは穴隠し用のディティールパーツを取り付けられます。次に胴体の改造。ここはほぼそのままですね。胸についているウサギのエンブレムはそのままだと、完成後のイメージに合わなさそうだったので無難な形に変えました。加工はそれくらいですね。腕の改造。リリネルの肩アーマーに孫権の腰アーマーが無改造で取り付けられることが判明したのでそれを採用しています。そしてリリネルのアームドモード用の腕パーツを加工し通常の手首の取り外しができるようにしました。足の改造。足首をリリネルのものから孫権の獣っぽい足首に交換。ここも無加工で取り付けられます。そしてリリネルの腕用アームドアーマーを太ももに取り付け、さらに孫権の足と頭部の飾りを加工したものをすねに取り付けます。最後はバックパック。孫権のバックパックを加工してリリネルのお尻部分に装着。接続ジョイントは13 Minutes シリーズのパーツを組み合わせて製作しました。それでは塗装に移っていきます。まずは蛍光ピンクを塗装。下地の色が黒など強い色の部分には先にクールホワイトを塗っておきました。そして次の塗装に移る前に足の爪や武器の頭身部分をマスキングしておきます。次にウィノーブラックを塗装。艶が出るように厚めに塗りました。お次はグレーバイオレット。黒とグレーは無難な色の組み合わせですね。クリアパーツの塗装に入ります。クリアパーツの裏側からホワイトシルバーを塗装。透けてる状態もいいんですが裏からシルバーを塗ることでディティールがはっきり見えるようになります。赤いクリアパーツの色味をピンクに寄せるためにクリアピンクを塗装。裏面のシルバー部分にも塗っていきます。塗装が乾いたらマスキングを剥がします。気持ちいい瞬間ですね。最後に塗装ハゲやパーツの噛み合わせを確認しながら組み立てていけば完成です。
というわけでリリネルのカスタマイズシスターリリネルスペクターの紹介でした。最初は孫権のパーツが甲冑っぽいデザインだったので赤や金色を中心とした武将っぽいカラーリングにしようと思ったんですが、最終的には黒とネオンカラーのサイバーチックな色合いになりました。とても気に入ってる色合いなんですが、後日発売の姉妹シスターララネルと少し色がかぶったかもなぁとちょっと気にしています。巷では30 Minutes Sisters の選抜オーディションが始まっており、ララネルはオーディション用のカスタマイズをしようかと思っています。今回のリリネルのカスタマイズは完全にレギュレーション違反ですからね。皆さんもレギュレーションには気をつけましょう。それでは今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。